夢十夜、夏目漱石。第五夜。こんな夢を見た。何でもよほど古いことで神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな長いひげを生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。藤づるの太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは藁を少し編み残して房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬと言うと屈服しないということになる。自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという合図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわら靴を組み合わせたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で
大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいる。しばらくすると火がパチパチとなる。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は裏のナラの木につないである白い馬を引き出した。たてがみを3度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると馬は一産駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身をそらざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコーと鳥がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の邪鬼である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の邪鬼は自分の仇である。